はい、皆さんこんにちは。年始トラベラーアイアンウッドでございます。ANA 特典航空券を利用してお得にバンコクに行こうということでね、簡単なものからだんだんちょっとね、前回ぐらいからかなりややこしくなってきましたけども、今はね、経由をしてバンコクへ行こうということで、出発が日本になります。目的地がタイです。で、インドネシア、ジャカルタを経由するパターンを前回考えたんですね。日本からジャカルタに行って、ジャカルタからタイに行って、タイから日本に行きますと。こういう時に何が問題になるか、便は問題ないんです。日本からジャカルタは ANA があります。ジャカルタからタイはタイ航空があります。タイから日本はタイ航空と ANA2 社があります。問題ないんです。問題ないんだけど、要はね、空席がある可能性が高いタイミングが違うんですね。この日本、インドネシア、ジャカルタに関しては、早いタイミング355日前に近いタイミングだったあります。それと直前開放があります。間がね、あるかないかははっきり運になるんですね。インドネシアからタイ。これはね、6ヶ月前からビジネスクラス開放されてるはずなんです。ですからこれね、もうその後ずっと空いてるので、ここはね、355日前は取れないけど、6ヶ月を切ったら比較的取りやすいです。問題はタイから日本ですね。これがタイ航空が3ヶ月前に開放があります。それと直前開放があります。っていうことはね、狙って取れるタイミングっていうのは、直前開放しかないんだよって話をしました。それと、運が良ければ3ヶ月前に取れますよと。ですから、このあたりはね、皆さんが、どんだけ、ね、根よくね、検索をできるかっていうことにかかってくると。355日前はダメなんです。であればね、ってバンコクへ行くのにね、直行便は355日前行けるじゃんという話したじゃないですか。経由便で行けないじゃないか。お前嘘言ったじゃないかっていうような話になると思うんですけども、ANA 特典航空券、国外で2カ所経由が可能になります。2カ所経由すると話が変わるんです。日本からジャカルタ、これはもう変えないとしましょう。問題はね、ジャカルタからタイへ行っちゃうと、タイ航空が355日前には飛んでません。チャンスがあるのは、タイ航空以外の、ここですね。台湾のエバー航空。中国が3社ありますね。中国国際航空、深セン航空、吉祥航空。シンガポール航空、エアインディアがあります。この中でね、中国は好き嫌いが激しい方が多い。インドもそうだと思うので、台湾かシンガポール。はっきり言います。シンガポール楽勝で取れます。なので面白くないので、今回はね、台湾に行ってみましょう。日本からジャカルタ、ジャカルタから台湾、台湾からタイに行きます。で、帰りはもう直行便で帰りましょう。このパターンを見てみましょう。ANA のホームページにやってきました。いつもの海外予約特典航空券ですね。で、複数クラスに行きます。東京、ジャカルタ、ジャカルタ、台北、台北、バンコク、バンコク、東京と行きます。でね、これちょっとね、ごめんなさい。もう事前に取れる日程見たので、6月の24日。で、次が25日。26日。で、7月の7日が空いてたんでね。別にこれは7日でなくても空いてたと思うんですけども、6月24日、ANA 結構空いてるでしょ。結構空いてるので、どれでも取り放題ですね。とりあえず、これにしようか。17時50分で23時45分着。次がジャカルタから台北ですね。これ1便しかないんですよ。なのでね、これがネックになりますので、これが24時間超えないようにね、しておかないとまずいですよっていうことになります。台北からバンコクも、3便あるんですけど、ビジネスクラス1便しか空いてなかったですね。で、帰りがバンコクから東京が2便空いてます。これで予約可能ですね。6月24日
17時50分東京成田からジャカルタ、真夜中着くあんまりいい便じゃないですけど、とりあえず取れるっていうことがお見せしたかったんで、あとは皆さん一生懸命検索してもっといい時間帯、もっといい日程を取ってみてください。で、翌日ですね、25日の14時30分にジャカルタを出て台北東映に行きます。で、問題はね、ここが1便しかない、この日程に関しては。ですから、このジャカルタに着くのが14時30分より後じゃないとダメです。そこだけね、気をつけてくださいね。で、次26日が朝便。これも確か、これはそうか。3便あったけど、この分しか空いてなかったですね。エバー航空ですね。のビジネスクラスです。それから7月7日。これは結構空いてたんで、7月7日じゃなくても空いてたと思うんですけども、バンコクから東京に帰ってきます。ANA 特典ビジネスになります。これで63,000マイル、支払い総額は58,840円ということで、前回のね、1箇所しか経由しなかったのと、ほとんどマイル数は一緒だし、支払い総額もあんまり変わんないんですよね。ですから、これ2箇所経由をしたら、バンコクに行けますよと。355日前で取れますよと。ですから、僕はね、どっちかって言ったら、こういう取り方した方が安心なので、極力ね、355日前に近い日にちで取るようにしてるんですよ。そうなると、ジャカルタ、台北、あるいはジャカルタ、シンガポールでバンコクに行くっていうパターンがありますよっていうことになりますね。このポイントとしたら、出発便が ANA で比較的ね、取りやすい場所。はっきり言います。中距離で取りやすいのね。ジャカルタ、それからクアラルンプール。これがめちゃくちゃ取りやすいです。バンコク、シンガポールも取りにくいことはないけどね、やっぱり人気路線ですね。シンガポール、バンコクがなくなってもジャカルタとかクアラルンプールは残っているケースが多いですね。それと、エバー航空も案外取りやすいので、狙い目の一つですね。それからここシンガポール航空も、東南アジア内は取りやすいので、狙い目の一つです。で、帰りはバンコクから ANA と直行便で帰ってくると。これなかなかね、いいパターンだと思うんですけどね。行きぐるぐる回って、で、バンコクもいても疲れるから帰りはもう直行便で帰ろうか。ね、もっと元気な方は帰りも2カ所経由して帰ってくればいいわけです。その場合、必要マイル数は変わりません。変わるのは支払い総額が増えます。どうですか ?2 カ所経由ね、楽しいでしょ。そしたらこのパターンね、ちょっとまた日付を変えますね。タイ航空を絡ますんでしたら、3ヶ月切ってないとダメですよって話をしました。6月17、18、19と行きましょうか。で、6月の22にしようかな。これでちょっと見てみましょう。あら？あるんやね。東京ジャカルタすごいね。これ確か前回見たような気がするな。この6月17日。あらー、これがないのか。ジャカルタ、台北の方が、そらそうだよな。3ヶ月前空いてたら奇跡だよな。しょうがないです。これはエコノミーですね。台北、バンコクが、直行便あるぞ。2便あるね。どれでも選べますね。そして、帰ってくる便が、あら？ないね。ないけど、これ乗り継ぎはどこですかね。福岡か。これ前回そういや見たような気がする。いいや。あるやつクリックします。あれ？エラーになりました。これね、なんでエラーになったかっていうと、おそらくなんですけど、ストップオーバー2箇所してますよ。今適当に打っちゃったんで、ちょっと記憶にないのでね、実際はこれ紙に書いて控えてね、ストップオーバーが2箇所ならないようにしてみてください。でね、ちょっと台北よりはね、僕シンガポールの方が取りやすいと思うので、ここシンガポールにしてみますよ。で、シンガポール航空であれば、東京、ジャカルタとバンコク、東京さえ取れればいけるので、同じ日程でいけますね。はいか。これね、最近ね、何回もやるとこのね、エラーがよく出るんですよ。打ち直すとね、日付間違っちゃうんでね。ちょっと9月22がなかったから24にしてみましょうか。これはあるんですよね。これ23時45分ですから、次の日はね、何時でも OK ですね。そうですね、ジャカルタ、シンガポールいっぱいありますよ。ですから、ちょっとでも遅い便にしとこうか。ね。
これにしようか。20時15分発ね。で、シンガポール、バンコクもいくらでもありますから、夕方便にしようかな。さあ、問題は、またこれ、福岡かな。あ、香港だ。初めてのパターン。ただね、いけるね。帰りは経由してないから、いけます。これ3ヶ月前か、2ヶ月ちょっとか、前で取れますね。9月17日水曜日、東京成田から夕方便でジャカルタに真夜中に着きますね。ANA 特典ビジネスです。で、翌日の夜便ですね。8時15分発で、またなんか着くの、真夜中ばっかり狙ったようになっちゃいましたけど、これ、なんぼでも選び放題だったんで、どうでもできましたけどね。シンガポール航空特典ビジネス。シンガポールバンコク、これも選び放題だったんで、別にこの時間に限らず OK でしたね。シンガポール航空の特典ビジネスと。それからタイ航空で、香港経由やったらありましたね。朝便で8時出発で香港に行きます。タイ航空特典ビジネス。で、14時35分、ANA の特典ビジネスで東京羽田に帰ってくると。これもいいんじゃない？ちょっとね、これだけ僕取り間違えたり失敗したね。どこもストップオーバーしてないから、このパターンだとジャカルタストップオーバーするのがおすすめなような気がしますね。で、63,000マイルで54,410円ということで、あれ？燃油サーチャージ安くなったね。便数増えたのね。これなんでかわかりますか？これシンガポール航空にしたからです。シンガポール航空は燃油サーチャージがかからないので、支払い総額下がるんですよ。そうなんですね。ですからお得なんですよね。そうかそうか。ただ今回台湾なので、台湾取りそびれたんで残念ですけど。では直前開放の台湾見てみます。8月の4日、8月5日、8月6日、8月8日。だいぶお盆に近づいたけど、こんなの取れるのかな？東京ジャカルタあるんですよね。すごいよね。ジャカルタ、台湾もありますね。これも直前開放してるみたいですね。あら？台北、バンコクが、あった。よかった。台北、バンコクありますね。で、帰りは、ANA もタイ航空もあるじゃないですか。ね。そしたらANA にしましょうか。8月4日、成田からジャカルタですね。なんかさっきからこの便ばっかり見てる気がしますけどね。ANA の特典ビジネス。翌日、ジャカルタから台北ですね。エバー航空特典ビジネス。翌日、台北からバンコク、タイ航空で特典ビジネスと。で、帰りは、バンコク、8月8日、バンコクから羽田、ANA 特典ビジネス。で、63,000マイルで支払い総額66,940円。さっきシンガポールの場合5万いくらだったじゃないですか。なのでね、ここを、台北じゃなくてシンガポールにした方が正直言ってお得なんですけど、台北に行く方がジグザグになるから飛行機は、長時間乗れるかな。ですから、この中距離のね、東京、成田からジャカルタ。それからまた中距離のジャカルタから台北と。で、短距離じゃ短距離かな。台北からバンコク。それから中距離のバンコクか東京だから、中距離3便ビジネス乗れるんで、お得かな。ここをシンガポールにしちゃうと、中距離、短距離、中距離になるんですよね。それはそれでいいかな。取りやすいのは確実にシンガポールです。さあ、どうですか？こんな感じで2箇所経由をしたら、1箇所経由よりもさらにね、幅が広がったでしょ？ね、まだ僕これ片道しか取ってないので、往復2箇所経由をすれば、6便ビジネスクラスに乗ることが可能になります。さあ、そしたらね、あれ？僕が一番最初にお見せしたチケット、7便ビジネスクラス乗ってるじゃないですか。これ、どう頑張っても6便しかならないんです。東京を出てバンコク行くのに2カ所経由をすると。バンコクを出て東京へ帰るのに2カ所経由をすると。ということは、3便、行きが3便、帰りが3便。これがマックスなんですよ。ところがね、7便行けますよ。で、僕、8便まで今可能だって言ったじゃないですか。どうやったら7便、8便取れるのっていう話をね、気になる方はぜひチャンネル登録していただきまして、次回の動画をご覧ください。